どうも、てるんです。本日なんですけども、私事ながら、11月25日がですね、私、谷崎の29歳の誕生日でございまして、それをセルフお祝いしちゃおうのコーナーです。でね、これまで自分が食べたいと思ってた白子だったり、ウニだったりを食べた回もあれば、自分が欲しいと思っていた包丁を買いに行った回であったりとか、これまで食べたい、欲しい、だったんですよ。ただ今回はですね、これが作りたいっていうものを作らせてください。これまでずっと動画で作りたいなと思ってたものがあるんですよ。ただ絶対皆さん興味ないだろうなっていうことでこれずっと控えてたんですよ、僕。じゃあそれは何なのかというと、コンソメでございます。ねえ、もう皆さん興味ないでしょ。今普通にコンビニでもスーパーに行っても顆粒タイプだったりキューブ状がありますからね。ただこのコンソメってフレンチのお店なんかだともうそのお店の格が決まるぐらいコンソメってすっごく重要なもので、もうお寿司屋さんでいうところのシャリみたいなもんです。ほんとそのくらいフレンチではコンソメっていうものを重要されてるので、僕も取ってみたい。そしてそのコンソメを使ってロールキューズが食べたい。で、今回のコンソメのレシピに関してはもう自分自身でこう調べ上げたものではなくて、以前動画で京都府にある青池さんっていうミシュランにも載っているすごいお店があるんですけど、そちらの青池さんのコンソメ作りを参考にさせてもらってます。てかもうほぼ丸パクリです。そちらの動画はぜひ概要欄から。というわけで早速、ハッピーパン一緒に作ってみましょうか。で、今回の流れなんですけど、一応構成的には結構単純なのかなと思います。コンソメを作る、ロールキャベツを作る、で余った食材とか使わなかった食材でパパッと副菜。だから大きく3部構成ぐらいになるのかなと思うんですけど、多分動画のボリューム的に最初のコンソメがほとんどを占めると思います。どうしてもお伝えしたいことが多すぎて。なので一応概要欄にも、あと固定コメントにも、今回の時間割を記載していると思いますので、そちらのタイムスケジュールで飛んでいただければなと思います。じゃあ、作っていきましょう。まず冒頭に、ちょっと今日風が強いので、ピューピュー音が入るかもしれません。決して怖い霊的な音ではないので、どうぞご安心ください。じゃあまず今回作っていくものとはっていうところなんですけど、よく僕らが見ているものとして、このブイヨンとコンソメがあると思うんですけど、今回最終的に作り上げるのはこちらのコンソメです。で、一応このブイヨンとコンソメの違いとしては、こちらのブイヨンは言うなれば始まりの水です。こちらのブイヨンを使っていろんなものを作っていくので、ブイヨンって和食でいうところのお出汁みたいなもんです。で、そのお出汁であるブイヨンを使って仕上げたスープがこのコンソメです。だからイメージ的にはこっちのブイヨンが昆布だしの、こっちのコンソメがすまし汁っていう感じです。なので今回こちらのコンソメを作りたいんですけど、まずその前にこちらのブイヨンが必要になるので、まずはこちらのブイヨンから作っていきます。で、今から取っていくブイヨンなんですけど、このブイヨン、またの名をコンソメブランサンプルっていうらしいので、なんかそちらの方がかっこいいので、今回は終始ブイヨンのことをコンソメブランサンプルって呼ばさせていただきます。で、今からそのコンソメブランサンプルの材料たちがブワッと出るんですけど、丸鶏であったり、大量のガラであったり、結構ここ真っ赤っかになるので、丸鶏をさばいてる映像、私ちょっと見るの辛いわっていう方は、ちょっとこの後厳しいかもしれません。多分この辺に何秒までスキップをお願いしますっていうテロップが出てると思いますので、よし、それでは参ります。今回のコンソメブランサンプルに使う材料たちを、せーの。こちらから鶏ガラ、丸鶏、牛骨、牛すじ、セロリ、人参、トマト、玉ねぎ、ニンニク、ブーケガルニ。で、今回の分量が、こちらから 5kg、1話分 3.5kg、3.5kg、1本1本2個、2個、2分の1株、1玉。で、こちらの鶏ガラは、部位としてはこちらの胴ガラと、あと首つる。この2つの種類が入ってます。もみじとかではなく。で、こちらの丸鶏は、ひな鶏の内臓を抜いた状態のものです。親鶏とかそっちではなく。で、最後こちらの牛骨なんですけど、僕が拝見したレシピだと、もうちょっと細かくカッティングされてあったんですよ。だいたいこのくらいの幅かな。ただちょっと今回僕こちらを購入した時にメーカーさんにこのカットをお願いするのを忘れてまして、でかい骨の塊できちゃったので、先ほどマンパワーによるノコギリで切断してきたんですけど、ちょっと僕にはこのくらいの大きさが限界でした。これ以上やると自分の指を落としそうだなということで。で、こちらの鶏ガラと牛骨に関しては血抜きのために 2,3 回くらいお水を変えながら、だいたい2時間3時間くらいちょっとお水にさらしてあります。結構お水が赤くなりますんでね。それとこちらの鶏ガラ、この背骨のあたりにこういったものが結構あったりするんですよ。これセギモっていうんですけど、ちょっとこれはさすがに取ろうかなということで全部こちら綺麗にしてあります。結構指でグリッとすれば結構簡単に取れますんでね。じゃあここからはちょっと丸鶏をばらしたり、お野菜の仕込みだったり、そういったお時間に参ります。
じゃあまず丸鶏から。さすがにこのまんまだと他の食材たちと煮出す時間の足並みが揃わないので、ざっくりと細かくしたい。なのでまずこちらの背中ではなくお腹側を向けて、もも肉を外そうかな。でなぜかこの子はもうちょっと足に切り込みが入っちゃってるんですけど、とりあえず股関節までよいしょ。足の付け根からさーっと切り開いていって、よいしょ。あ、背中のくぼみに切り込み入れ忘れてた。ちょっともう今回ざっくりとやってるので、なんとなくで見てもらえれば。とりあえず今脱臼させた感じですね、骨を。じゃあ今これ脱臼させたこの骨を持って強く引っ張れば、もも肉1枚、はい、2枚。じゃああと胴体も一応半分にやっといて、でこっちはどうしよう。今回は煮出せればいいのでちょっと雑ですけども、ちょっとこちら半分に割るだけにします。こんなもんでいいんじゃないかな。じゃあ続いてお野菜で、お野菜たちはこの後4時間ぐらい煮出すんですけど、この4時間煮出した時にちょうど崩れるくらいの大きさなので、セロリはまず半分からのだいたいこのくらい。続いてヌンズン。だいたいこのぐらいのサイズ感で。お次が玉ねぎ。で玉ねぎはすぐ火が入ると思いますので、わりかし大きめに。でトマト。でトマトも結構すぐに煮崩れるので、もう深く何も考えずザクザクザクと。で最後ヌンヌク。じゃあこの新芽は取って、でこのニンニクだけに関してはなんか香ばしさを出すために一度こちらを焼くんですって。だからオイルで火にかけて、はい、ニンニク。これは表面がこんがりとするくらいに。これ結構油跳ねますんで皆さんご注意くださいね。よし、じゃあこんなもんで。普通だったらニンニクの新芽を取るっていう作業結構珍しいと思ったんですけど、今のこのニンニクを焼き付けるっていう作業があるからこそなんでしょうね。新芽ってこういう風にちょっと焦げ付きやすかったりもしますんで、この黒くなってるのが僕が取り残した新芽です。で全ての材料たちの準備が整いましたので、いよいよお鍋にぶち込んでいきましょう。で今回もなかなかな量のものを煮出していきますので、やっぱりこういう時に便利なのが一家に一台寸胴。じゃあまず鶏ガラ、で牛すじ、で丸鶏、で牛骨、でお水。水量としては全体がしっかりとかぶるように。じゃあお野菜とブーケガルニはまだ一旦置いといて、まずは一度こちらのアク抜きに参ります。じゃあカメカファイヤー。これは沸騰するまで30分以上かかると見た。っていうかやっぱフォンドボーを作るとき、同じように子牛の骨使ったりしますけど、その時って一度オーブンなんかで焼き目をつける印象があるので、こうやって焼かずに牛の骨を入れるとなんかちょっと違和感ありますね。出来上がりが楽しみ。よし、じゃあ沸いてきましたので、
ここからいよいよ本格的なアク取りですね。このアクはもちろんのこと、ちょっと見えづらいと思いますけど、こういった表面で浮かんでくる黄色い油、これも丁寧にアクと一緒にきれいに除いてあげて、で大体多分30分から1時間くらいはアクが出続けると思いますんで、その間はずっとこの子のお世話をしてあげて、で僕らは今スーパーで普通に顆粒のコンソメが買えるんであんまりイメージないですけど、本来の今回僕が作ろうとしてるコンソメってすごく貴重で高価なものなので、できるだけスープは無駄にしないようにしたい。でこの間バッカバカ沸かさなくていいですけど、もう常にちゃんと沸騰している状態でちゃんとアクが出るように。よし、じゃあだいぶアクも落ち着いてきて、表面の黄色い油もほとんどなくなりましたので、ここでお野菜たち投入。でブーケガルニ。あとはこのまんまコト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 4時間半から5時間でございます。なんかこういう時って沸騰させちゃいけないっていうイメージやったんですけど、僕が拝見したレシピだと火加減としてはこのくらいの下から優しい気泡がプカプカ浮かんでくるような感じ、つまり終わりかけのバブ、このくらいやったんですよね。だから僕もその温度帯にして、そうね、2、30分に1回くらい様子見てあげながらちょっと煮出しの時間に入ります。ではあれから約5時間、無事に炊き上がりましたね。人参なんかもちょうど崩れ始めてきて、でさっき確認したら牛骨の髄、そこもとろっともしてましたね。でいい感じの白濁具合。じゃあ目の細かいものと目の粗いざるをご用意いただいて、まずは上澄み。これもしっかりと押し出してあげて、っていうか絞ってあげて、でこれに関してはもうほとんどコラーゲンの塊みたいなもんなので、多分これ餃子に加えたりとか小籠包に加えたりとか、あとコロッケ、メンチカツ、そういったものに加えたら絶対美味しいはず。じゃあ残りもこして、一応冷え固まった油もきれいにしておいて、でさっきこした時に多分まだちょっと目が荒かったんでしょうね。ここの底にちっちゃな骨のかけらみたいな、言うなれば豚骨スープを飲んだ後の器の最後に残るやつ、あれがあったので、もう一丁目の細かいものでこして、これでコンソメブランサンプル完成で、ちょっと見てもらいたいんですけど、今回のこちらのコンソメブランサンプル、腰終わりでこれ8リットル分なんですよ。見て、ほぼほぼ8リットルぴったし。今回はバシッと決まりましたね。で今のこちらのお味としてはすっごい複雑。何かがポーンと突出してるんじゃなくて、混然一体としてますね、いろんなものが。とてもじゃないけどこれを食レポする自信はない。でも強いて言うなれば味のベースは鶏ですね。でそこに牛すじのコラーゲンからくる甘さと、あとこれは玉ねぎとトマトかな、そのお野菜からのうまみ成分的なものを感じる。牛骨は分からん。きっと牛骨は裏にいるでしょうね。こう底上げするような感じで、大体そんな感じのスープです。でこれが今回の腰ガラですね。一応今回の牛骨も今ここにあるものも大体5時間くらいしかまだ煮出してないので、多分もう一回2番出し的なものを取れると思います。でも僕はもうスープはもう十分ですんで、こっちの上澄みプルプルは今度の餃子用で、こっちの腰柄なんですけど、鶏ガラだったりとか丸鶏だったりの柄なんですけど、もうここは正直廃棄でいいのかなと思います。もう一回煮出したりする場合以外はもうほんと粉々になった骨がこの中にブワーッと入ってるんですよ、これ。だからもうお肉としての活用方法はもう正直ないかなと思います。ちょっと美味しそうですけどね。残念ながらこちらはバイバイ。じゃあここからいよいよこちらのコンソメ作りの後半戦に入っていくわけですけども、待って、すごっ。これそんなにゼラチン多いんだ。冷めたらプルプルに固まりましたね。ちょっと固まってるんで見づらいと思いますけども、今この白濁としたコンソメブランサンプルをきれいに透き通ったスープにして、でなおかつさらに味を乗せていく作業です。今からの作業が今日一番楽しみだったんですよ。それでは後半戦も張り切って参りましょう。それでは今回のコンソメ作り第2弾に使っていく材料たちをせーの。こちらから牛ひき肉、卵白、セロリ、人参、玉ねぎ、おネギ、トマト。で今回の分量がこちらから 3kg、500g、100g、100g、300g、1本4つ
で、今4つと言いつつ、ここに8つあるのは、今回のトマトがちょっとちっちゃいからですね。で、今、もろもろグラムでお伝えしたんですけど、この卵白だったらだいたい M の卵13から14個分ぐらいです。で、セロリが少し細めのものでだいたい2本くらい。で、人参を半分にスポーンと落として、太い方がだいたい 100g。玉ねぎ中2つでだいたい 300g っていう感じです。で、一応この牛ひき肉は牛すね肉の粗挽きミンチがいいらしいんですけど、もう今回は普通にスーパーで購入できる牛ひき肉を買ってきました。で、こちらの卵白、黄身どこ行ったんって感じですけど、黄身はこちらで卵黄の醤油漬けになっております。こちらは僕の明日の朝ごはんの卵かけご飯ですね。で、まずちょっとこちらのお野菜たちをスライスやらなんやらしたいので、ちょっとお野菜の仕込みから。じゃあまずネギ。で、こちらのおネギなんですけど、本来はポロネギだったり、リーキーなんて呼ばれたりする、西洋の方のおネギがあるんですよ。もうだいぶフレンチでも使われる。ただそのポロネギって日本じゃなかなか手に入らないので、僕もスーパーで2回くらい見かけたことあるぐらいかな。なので、個人的にポロネギと近いなと思う、こちらの下ネタネギ。これを今回チョイスしました。焼きネギにするとめちゃくちゃ美味しいですよね、これね。で、もしこの下ネタネギだったりとか、ポロネギだったりとか、そういったものが手に入らない場合は、もう普通の長ネギでもいいのかなと思います。で、まずこちらの下ネタネギを、サクサクっとスライス。やっぱ下ネタネギは辛味成分というか目にきますね、やっぱね。火を通すとすごく甘いんですけど。じゃあその他の食材もパパッといきましょうか。じゃあこちらのおネギ、人参、セロリ、玉ねぎに関してはもうこれで終了なんですけど、こちらのトマトに関してはもうちょっと丁寧に処理していきます。まず先端部分に軽く浅く切り込み入れて、こんくらいの、もうなんだったらプツくらいで、あとはこのヘタをえぐれば、とりあえず1段階終了。じゃあこのタイミングで沸騰したお湯と氷水をご用意いただいて、トマトぽっちゃんものの 7,8 秒で OK。 じゃあ皮むいて、もう皆さんご存知の湯むきですね。じゃあ今のこちらの湯むきしたトマトをくし切り。じゃああとはこちらのトマトのこの中のブジュブジュの種のとこ、ここを取るんですって。ここを取るって発想ないわ。普通に使っちゃいますよね、この処理があるってことを知らないと。じゃあここからなんですけど、この後これらのものを牛肉と合わせていくんですけど、その時にこの卵白だったりトマトだったりがこう馴染みやすいように一度こちらに分明を与えるらしい。というわけでこちらの高度文明機器の中にトマトと、卵黄を加えまして、で拝見した感じそんな激しい文明じゃなかったので、多分このくらいの優しい文明で大丈夫なはず。はい、というわけでトマトと卵白のスムージーの出来上がり。よし、それではここからクライマックスです。じゃあまずお鍋にお野菜と先ほどのトマト、これらを加えたらまずこちらを練り混ぜます。全体がしっかりと合わさってきたら、ここでお肉をドン。そしたら一度こちらを粘りが出るまでこね上げます。まずは全体をなじませて、はい、こね上げる。しっかりと糸を引くくらいまで。じゃあ無事いい感じに糸も引いてきましたので、今回のコンソメブランサンプル投入。
今こちら人肌程度の40度くらいまで煮込めてます。じゃあまずこちらを火にかけて、まずは火加減結構強火でいいみたいです。まずはこの中をきれいになじませて、で温度を測りながら、こちらの温度が70度になるまではこのまんま。ただいまの温度約40度。またまた火加減このままで大丈夫なはず。ただいまの温度約60度。だんだんとね、握力がきつくなってくるかとは思いますけども、あともうちょっとです。現在温度約70度。ここからは温度計とにらめっこ。きた、75度。一時停止の上、優しめの中火へシフトチェンジ。あとはしばらくフリーズです。ちなみに今これ何をしているのかというと、この中に入っている牛ひき肉が固まるのを待ってます。この1個の塊として。もうぼちぼちいけるかな。今のこのしゃもじがあった穴から差し込んで、真ん中にクレーターを作っていって、お肉のドームを作るような感じで、来たかもしれない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 、うまくいったかもしれない。今このお肉のドームの中で下から上がってきてまた下に戻るっていうこの対流が出来上がってるんですよ。ここのとこちょっと失敗しちゃって勢い強くなっちゃってますけど、なんか一応こういうことみたい。これめっちゃ難しいんですけど。で今このお肉のドームの中でこのお肉に触れながらぐるぐる回ってるので、どんどんこの牛肉の美味しいところをもらってる感じです。これ初めてにしてはいいんじゃないの。てかさっきまで白濁としてたコンソメブランサンプルがもうこのものの一瞬でもう透き通ってきましたね。いや卵白すげえ。あと引き抜きにもね透明にする力ありますからね。てかこれをアクはどうやって取ったらいいんだろう。でも一応すくえるな。無理のない範囲でアクなんかも取りつつ、このまま煮出すこと3時間半から4時間でございます。ではまた数時間後にお会いしましょう。犬がちょうど煮出し始めて1時間半ぐらい経った頃なんですけど、ちょっと穴の形を変えたらだいぶ安定してきましたね。で今からご説明する形が合ってるのかどうかは全然知らないんですけど、一応僕一番最初こんな感じの穴を開けてたんですけど、なんか今底の方を一周ぐるっと回してみて、一応今イメージ的にこんな感じの穴を開けてるんですよ。一応この黒いところがお肉でもなんかこんな感じで開けたらなんか安定しました。重ねて言いますけど、これが合ってるかどうかは知りません。詳しい方教えてください。で一応1時間半経って結構色もついてきましたね。多分もうちょっと黄金色になるはず。ではまた2時間後に。では無事に4時間経過。4時間経って色合いもこうなった。綺麗な黄金色ですね。ではいよいよこちらをこし上げていきます。でこす時はざるを2つ使ってもらって、ざる布ざるっていう感じにしてもらって、これを静かにこしていって、なんていうかギュッと押し付けるんじゃなくて自然と落下するような感じで。最悪、最後の最後でやらかした。すいません、工程を一つ吹っ飛ばしました。4時間煮出してこちらをこす前に最後10粒ほど黒胡椒をパラパラパラっと加えて、で5分間だけ火にかけるんでした。この黒胡椒が臭み消しなんですって。で僕はちょっとその工程を吹っ飛ばしちゃったので、どっかのタイミングで黒胡椒をカリカリっとやります。最悪や、気抜いた。じゃあここからは今この表面にブワーッと浮いてるこの油、これを除去していく作業に入りますので、一度きれいにしたお鍋にダバーで火にかけて、というかここでカバーすればいいのでは。ブラックペッパーをお茶パックに入れて、一緒にいってらっしゃい。あとはこの油をすくう作業。慎重にこの油だけをすくって、でブラックペッパーもお役ごめん。じゃあちょっともったいないですけど、表面の油を最後ペーパーですくってあげれば、コンソメ完成。いや我ながらいい感じに出来上がったんじゃないか。いやでも透明感としては若干濁ってますね。まだまだ改善点はいっぱいですね。ちょっと飲んでみていいですか。コンソメだ。なんかね、コンソメブランサンプルの時はちょっと洋風な鶏ガラスープやったんですよ。それがさっきの作業を経て鶏ガラ感どこに行ったっていう感じです。いきなり急にすっきりして、もうまさしく僕らが知ってるコンソメになったっていう感じですね。もう説明のしようがない。これ味の
なんかね、口に入った瞬間にちょっと酸味に似たシャープな切り口でズバッと切り込んできて、んでもって後味の切れもすごく早いんですけど、最初に味を感じてから切れるまでのこの間にいろんな味がギューンって詰まってますね。今回ちょっと濁りは出ちゃいましたけど、初めてでこれが作れたならいい方なんじゃないですか。うんまっ。で、話は変わりまして、これからのことなんですけど、まずこの後は、ロールキャベツを作ります。あとはもう煮込むだけですよっていう状態にしておいて、んでその後、よいしょ、今こちらに見えておりますのが、つい今しがたこした時のこし殻。もうこれって牛肉、トマト、セロリ、人参、玉ねぎ、そういったものが入ってるものなので、これを捨てるのはあまりにももったいない。で、今回使うのはこっちだけにして、こっちは粗熱が取れたら冷凍しておいて、もうそれこそキーマカレーとかコロッケで練り込むとか、もう何にでも化けるかなと思います。で、今回はこちらを使ってボロネーゼっぽいもの、それを作って、で、ロールキャベツってキャベツの外側の大きな刃を使って中心はあんまり使わないので、その中心部分を軽く焼いてステーキにして、でボロネーゼダーバーっていう感じで考えてます。ということで、まずはロールキャベツから作ってまいります。では早速ロールキャベツの肉種の方、こちらから作っていこうと思いますので、そちらの材料たちをせーの。こちらから合いびき肉、玉ねぎ、無塩バター、卵、ドライパン粉、牛乳、白ワイン、パルミジャーノレッジャーノ、ナツメグ、塩、黒胡椒。んで今回の分量がこちらから 2kg 中5個 200g 10玉 150g 250cc 250cc 80g 適量 10g 適量で、一応もう少し細かくお伝えすると、こちら中5個なのでだいたい 750g ぐらいです。玉ねぎで、卵はこちら M です。で、今回僕はパルミジャーノレッジャーノを使いますけども、全然普通のパルメザンチーズでも。で、ナツメグは取りすぎると結構体へのダメージもあったりしますので、ナツメグはほどほどにぐらいかな。じゃあまず卵は溶いといて、後で馴染みやすいように。で、パン粉と牛乳、それから白ワイン、これはあらかじめ合わせてもうパン粉をふやかしといて、で今回のパルミジャーノレッジャーノ、本当はいつものブロックで買ってきて、でコスコス削りたかったんですけど、ちょっと今回こちらのダイスカットしか見つけられなかったので、いけるかどうかわかんないけど文明を与えてみる。よっしゃ、いけた。ちょっと粗いですけど、とりあえずこれで準備 OK。 で、肉だね作りといえばの最後の砦、飴色玉ねぎ作り。で、まずフライパンにバター 200g ドン。で、火にかけて、で、バター溶かして、あらかた溶けたらここで玉ねぎ。で、今回のこちらの肉だねの分量とかレシピ、これまんまがっつりハンバーグのレシピですんで、今回のこの肉だねの作り方でハンバーグを作ってもらってもすごく美味しいと思います。で、僕のハンバーグといえばやっぱりこの飴色玉ねぎが大事。これが柔らかさと甘さにつながりますんでね。で、まず玉ねぎの水分があってまだじゅわじゅわいってる状態なので、まだまだ火加減は強めで大丈夫。このだんだん音がパチパチに変わってきたの分かりますかね。こうなってくるとあんまり放置しすぎると焦げちゃいますんで、ちょっと火加減中火くらいにして、でもそれでももう焦げてきそうだなと思ったタイミングで、はい、お水、これをひたすら繰り返すだけ。そうすると焼き目による飴色というより、食材にがっつり長時間火が入ったことによる飴色が生まれますんで、僕はそこを目指します。ちょっとバターが多すぎた感はありますけども、こちらを冷蔵庫でキンキンに冷ませば飴色玉ねぎの完成で、十分に冷めましたので、いよいよこね上げていきます。まずお塩で、しっかりと粘りが出るまで。で、無事糸を引くくらいまで来ましたので、はい、その他もろもろ全部ぶち込んで、ブラックペッパー適量、でナツメグ少量、はい、これを合わせて、
はい、これで肉だね完成。じゃあちょっとの間冷蔵庫で待っといてもらって、はい、ここからはキャベツの仕込みでございます。うまく取れない。ちょっとこの隙間ちょっとお水入れていきます。ほい。もし剥きづらければこちら側の隙間とこちら側の隙間両方からお水入れてあげればスポッと抜けますので。あっかん、ちょっともうキリがないのでちょっと効率化。皆さん悲しいお知らせです。僕一枚一枚剥いてましたけど、今のこの芯をくり抜いた状態でこのまんま茹でたり蒸したりしてあげると勝手にこれ剥けるみたいです。今動画で見た。もっと早くそれを知っていればよかった。というわけでいってらっしゃい。今でだいたい15分から20分ほど。どんな感じかな。うわ、ほんとじゃ剥けるじゃん。うわ、これ楽。皆さんぜひこちらの方法でされてください。でこちらの剥がした方ももういい感じですね。こうやってざるにのせて粗熱を取る&水気を切っておきましょう。んでもってこのキャベツの芯のところ、ここがあるとちょっと巻きづらいので、ここは薄く削いであげて、これで準備 OK で、もちろん外したここもちょっともったいないのでちょっと細かく刻んで、後ほど作る余り物ボロネーゼ、あっちの中にも加えちゃいましょう。じゃあ早速巻いていきましょうか。と思ったけど忘れてた。今日かんぴょうで巻くんだった。もう多分これ完全にジャパニーズスタイルなんですけど、僕ねロールキャベツのかんぴょう大好きなんですよ。じゃあまずお水でちょっと洗ってもみ洗いして、この濁った水一度捨てて、んでお塩、これでもみ洗い。結構乾燥かんぴょうって独特な香りがあったりもしますんでね。1分ほど揉んだら水洗い。じゃああとはこのまま3分5分戻すだけ。じゃあ巻いていきますか。今回の肉だねしっかりと空気抜いて、で俵型に成形してセッツ。あとは巻くだけ。この一発目しっかりとクッと締めてあげて、今日はここで折りたたもうかな。ひとまず一旦全部この形に。じゃあ一応巻き終わりましたと。で今回の肉ダネが大体このくらい余りましたね。これはもうハンバーグですね。でここからいよいよかんぴょう巻きタイプに入るわけですけども、もう全部巻いちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっと煮込み時間変えて2通り作ろうかなと思ったので、こっちは巻いて、でこっちは巻かずにいこうと思います。巻いた方は30分くらい煮て、こっちの巻かない方は1時間から90分くらいもうトロットロになるまで煮て、2種類の食べ方でいこうかなと。ではこちらを早速巻いていきましょう。かんぴょうセッツ、ロールキャベツセッツ。はい、ひたすらこれの繰り返し。というわけでこれにてロールキャベツの仕込み終了。もうあとはこちらを煮込んで盛り付けるだけ。ただ今すぐ煮込み始めちゃうと間違いなくガスコンロが全て埋まりますので、ちょっと冷蔵庫で休んでもらって、ちょっと先にこちらの腰ガラ、これを使っての余り物ボロネーゼっぽいもの、そちらをちゃっと作っていきます。というわけでこちらのコンソメの出し殻を使っての、ボロネーゼもどき、そちらを作るための材料たちをせーの。こちらから腰ガラ、キャベツの芯、ホールトマト缶、赤ワイン、オリーブオイル、ローリエ、パルミジャーノレッジャーの塩、胡椒で、今回の分量が、こちらが 600g ある分だけ 400g、150cc、50cc、2枚 40g 適量で、どうしてもこちらの腰ガラもうコンソメの方にお出汁結構出ちゃってるので、油分も多分赤ワインはフルボディみたいなちょっと重たい強いワインだったりとか、こういった粉チーズでチロシンでしたっけ、チーズが持つアミノ酸の結晶、なんかそういったものを入れてあげた方がいいのかなって思って、こんな感じの布陣にしております。分量比は適当です。よし、じゃあ作っていきましょう。正直言うとさっきフルボディの赤ワインがいいよねって言いながら、今回のワインはミディアムなんですけどね、努力目標ということで。でホールトマト缶、
もう後でなじませやすいようにもうここで潰しといて、潰すとこうヘタが取れますんで、こちらはバイバイ。でまずフライパンにオリーブオイリングで火にかけて、今日はここがメインではないので結構簡単に作れますね。じゃあここにだしがらでもキャベツの芯もいってらっしゃい。じゃあまずここで一旦このお肉であったりそういったものに焼き目をつけていきます。感覚的にザージャンを作るような感じで。じゃあ全体的にこんがりとして水分を含んでべっちゃべちゃだった出し殻がこうなんていうかポロポロになってきましたね。ここまで来たらちょっと火加減を落として、ここで赤ワイン、これで鍋底だったり鍋肌だったりをしっかりと洗ってあげて、はい、デグレッセー。いやなんか赤ワイン足りないね。すいません、赤ワインさらに 100cc 追加、合計で 250cc です。じゃあここからまた火加減上げて、この赤ワインの水分がなくなるまで。水分がなくなるとここからパチパチ音が響いてくるので、そのくらいになるまで。はい、あれから約5分、無事パチパチ音に変わりましたので、またちょっと火加減弱めてフライパンの温度を下げて、温度が下がったらここで満を持してトマト缶。じゃあローリエさっと炙って、殺菌からのポイ。じゃああとはトマト缶の水分飛ばすように弱火で5分から10分、これがもうちょっともったりするまで。で個人的にもうちょっとトマト缶あってもいいなと思ったので、もしかしたらトマト缶あともう1缶入れてよかったかも。じゃあもうだいぶもったりとしてきましたので、はい、粉チーズで、あとは味を見つつ、はい、お塩で胡椒。じゃあもうお役目を終えたローリエは一度取り出して、これでなんちゃってボロネーゼソース完成。じゃああとはキャベツを焼くだけ。ちょっと見た目的に芯は外して、ここも加熱すると甘いんでね、ここもぜひお味噌汁の具材なんかに。じゃあキャベツを芯を残したまま4等分ないし6等分ぐらいに。あとは切り口の両面に薄力粉をまぶすだけで、今日はたっぷりロールキャベツがありますんで、今日は3切れでいいかな。あとはフライパンにバターが溶けてきたらキャベツ投入。今火加減は中火です。で焼き目がついたらひっくり返して、まぶした小麦粉に吸わせるように。でこちら側にも美味しそうな焼き目がついてきましたので、弱火にしてこのままじっくりじっくり蒸し焼きに、だいたい4分から5分くらい。もういいんじゃないかな。じゃあこれでラスト煮込むだけ。じゃあまず巻いてない方からお鍋に今回のコンソメスープまずちょっと加えて、で今回のこちらのコンソメスープ冷えるとこんな感じで寒天ゼリーみたいになりますので、使う分だけはぬくめて使ってください。そしたらこちらのコンソメスープにこの後煮詰まってくることも考慮して、結構お上品めにお塩で、この結んでないタイプのロールキャベツを煮込む時の一番のポイントは、とにかくギチギチに詰める。もうギッチギチに詰めて、この後この煮汁の中で一切動けないようにしてあげる。そうすればロールキャベツでバラバラ問題は起きませんので。ちょっと隙間が生まれた。仕方ない。ちょぴっと参戦。かんぴょうタイプも。はい、これで身動き取れなくなりました。で、もう一方のかんぴょう巻きタイプも一緒ですね。違うことがあるとすれば何も考えなくていいこと。もうこの子は煮崩れしないので。じゃあ、あとは落とし蓋を作って、で両者火にかけまして、だんだんと沸いてきたら弱火、全体的に細かい泡が出てくるくらいの火加減で、はい、蓋をして、こっちのかんぴょうタイプは20分から30分シャキシャキ感を残して、こちらは1時間から70分目指せトロトロ。ではあとは待ちのお時間です。ちょっ
っと洗い物してたら30分過ぎちゃいましたけども、こんな感じですね。でもキャベツの食感も残りつついい感じなのではなかろうか。かんぴょう巻きバージョンはこれで完成。ちなみにこっちがかんぴょうなしバージョン、こっちはまだまだこれからですね。じゃあこちらも煮込み始めてだいたい今80分ぐらいですね。だいぶ柔らかくなってきたのではなかろうか。でちょっと話は変わりまして、こちらの余ったまだ塩とか入れてない状態の酢のコンソメ、こちらの特訓が引き取ってくれるっていうことなので、もしよかったら特訓の動画の方もね見てもらえたらと思います。でこちらも無事90分経ちましたと。見るからにトロトロなのがわかる。ではいよいよこちらをレッツ盛り付け。はい、これでたった4日間でできるロールキャベツの出来上がりです。ハッピーバースデー僕、ハッピーバースデー僕、ハッピーバースデーディア僕、ハッピーバースデー僕。やっと完成しましたね。現在時刻11月27日土曜日23時51分です。撮影が始まったのが11月23日からですので、だいたい4日もあればできるって感じですね。仕入れなんかも含めて。マジでお腹すいた。で、大変申し訳ないんですけども、本日も髪の毛伸びすぎ不潔症候群のため、マナー違反ではありますけど、帽子をかぶらせてもらいます。よし、ならば。いただきます。一応誕生日なので、シャンパンで。今年はモエシャンドンのアンペリアルですね。本当はモエのネクタイが良かったんですけども、甘くて飲みやすいんでね。今年は飛ばさない。では皆様、乾杯。うわ、なんか懐かしい。コロナが始まる前の味がする。なんか活気あふれる店内の情景が浮かんできますね。やっぱ人生において飲食店は必要だよ。じゃあまずこちらのロールキャベツとその前に、まずはこちらのキャベツのステーキから。で、誕生日の特権。当然のごとく甘いね。久々の甘味。で、こちら今もう冷め冷めなんですけど、こちらのぬくめ直した熱々のソースをかければ大丈夫。では早速こちらのステーキからいただきますか。単純にめっちゃうまい。まずキャベツが甘いし、キャベツ自体からこのバターの香りが香ってくるし、あと今回のこちらのボロネーゼもどきてかもうほとんどボロネーゼですけど、コシ柄とか出し柄で作ってもめちゃくちゃ美味しいですね。これだってよく考えたら、ここに入ってるこのコンソメスープ、これ自体が美味しいので、もうそのエキス含んでますもんね。それは煮詰めたら美味しいわ。ただ確かに牛肉の旨味的なもの、そこは少ないですけど、ちゃんとチーズであったり赤ワインであったりトマトであったり、ちゃんとカバーしてくれてますね。もうちょっと味付け強くすれば普通にパスタソースとしても使えそう。キャベツの芯までうまい。ソースべしょべしょに塗って、マジでこれは無限にいける。ベビーキャロット本日も異常なし。ブロッコリー本日も異常なし。ではちょっとすいません、4日ぶりのちゃんとした食事なのでちょっと黙ります。マジでお腹すいた。よし、ちょっと小腹が落ち着いた。それと本日の実食編は結構短くなると思います。早送りが多くなると言いますか、間違いなく調理編が長いと思うので、じゃあ早速こちらのメインロールキャベツ。
じゃあまずは煮込み時間30分のかんぴょう割り。いいんじゃないですか。口に入った瞬間に分かる美味しさ。ただちょっと味付けは上品すぎたかな。もうちょっとコンソメの中にお塩入れてもよかったかもしれないですね。もしくは肉種の塩分を上げてあげるか。ちょっと上品だな。ただ今ここの中にあるコンソメスープ、今もずっとこちらで90度に当ててますんで、多分だんだんと水分が飛んでって最後らへんいい感じの塩分量になりそう。ちょっと塩分量をしくった。でも味自体はめっちゃ美味しい。そしてかんぴょうがうまい。やっぱこのかんぴょうのコリコリ感がいいですよね。もうなんならもうロールキャベツはもうかんぴょうを食べるためのご飯といっても過言ではない。でもってある程度キャベツの食感も残ってますけど、なんだかんだ洗い物しながらちょっと多めに煮込んじゃったので、多分これはもうナイフとフォークを使う必要がないですね。てかなんだったら丸ごとかじった方がキャベツが吸ってるスープまんま口の中ガバッと入るんで、塩分的にちょうどいい。いや今日の夕飯は最高だね。ちょっとはしたないですけど、スープマジうめえこれ。もともと美味しかったコンソメにキャベツの甘さがギューンですね。続いて僕こちら行きたい。煮込み時間90分。めちゃくちゃ柔らかくなっていると思われ。やうわ。さっきの30分とはまるで別物ですね。どれが一番柔らかそうやろうか。これめっちゃ柔らかそう。これマジで歯がいらないとか歯茎がいらないっていう問題じゃなくて、顎関節がいらない。もはやキャベツというよりお肉を包んでいるふわふわトロトロな状態のものって感じかな。僕どっちも好きですけど、やっぱりお店で食べるなら僕はこっちがいい。家でやるのはね大変ですからね、90分煮込むのは。そして思うけど、ロールキャベツ作るのは相当大変やけど食べるの一瞬。諸行無常の響きあり。そしてこんだけ柔らかいと一口で食べても全然ストレスないですね。スープで酒飲める。じゃあ僕が調理中から思っていた、ちょっとやってみたかったこと。ここのロールキャベツにこのボロネーゼめっちゃうまいんじゃねと思って。はい、こんな感じで。まあそりゃ美味しいよね。もうロールキャベツのトマト煮込みがあるぐらいトマトとすごい相性がいいのに、これが合わないわけがないもんね。まあただコンソメの良さはもう死んでますけど。なんていうかね、個人的にはですよ、個人的には今のこのコンソメ仕立てだと僕は赤ワインとかビールとかよりも白ワインと合わせたいような感じ。でもこっちは赤ワインかビールがいい。味の系統としてはそんな感じ。ちょっとごめんなさい。せっかく作ったんですけど、まだシャンパン飲んでるので、今はまだ普通の方でいいや。シャンパンが終わってお酒が変わったらこっちにまた戻りましょう。やっぱ食事は楽しまんとね。ロールキャベツもついに本領発揮ですね。しっかりぬくもってきた。っていうわけで残念ながらシャンパンがもう終わってしまいましたので、終わったらしょうがない。いや
僕の一番好きなビール、札幌クラシックフラナヴィンテージ。解禁されましたね。しかもいろんな方から送っていただいて、事務所の方に。皆さん本当ありがとうございます。やっぱこれが一番うまい。もうなんていうかね、香りがすんごいホップなんですよ。で、ホップの苦いところじゃなくて、フルーティーなところをすごいいっぱい出してくれる。最高にうまい。やっぱこれだね。最高。やっぱシャンパンも特別感あって美味しいですけど、ビールしか勝たん。というわけで本日も残りあと6つになりましたね。ちなみに今こちらにあるのが、かんぴょうなしのロールキャベツと一緒に煮込んでいた、かんぴょうあれのやつですね。あれです。鍋の隙間を埋めるために。てか、あれなんですね。しっかりとコリコリ食感のあるかんぴょうですけど、さすがに90分煮込むともうトロトロになるんですね。それでは本日こちらがラストということで、さあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。なんというか、念願だったコンソメを今回作れて、29歳いい感じの門出が取れたかなと思います。ただ、タニアンまたコンソメ作りますかって言われたら、多分僕しばらくはもう作らないかなと思います。いや、すんごい楽しいんですよ。めちゃくちゃ楽しいし、ものすごく美味しいんですけど、実際今回の量で、原材料費でだいたい1万円くらいかかってます。いや、もうちょいいったかな。でもあんだけ大きな調理器具も使ったりもするので、あんまり普段からやるもんではないなと思いました。今日みたいにね、特別な日って感じですかね、コンソメを取るのはね。とはいえ、長い間ずっと夢だったコンソメ作り、これを実現できて、谷崎は大変幸せでございます。そして皆様、11月25日当日のお祝いメッセージ、その他もろもろありがとうございました。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。